こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は9月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと9月15日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。I am your beast。9月2日からゲームパスに対応しています。スタイリッシュなコミックブック風のグラフィックが特徴の FPS ゲームです。今年6月にリリースされたタイトルですが、発売から約2ヶ月半での追加となりました。めちゃくちゃ早いですね。本作は立ちふさがる敵を速やかに倒し、フィールドを駆け抜けてゴールを目指すといった流れのステージクリア型の作品となっています。クリア後には各ステージのクリアランクが表示され、ヘッドショットや爆発物を使うなど、うまく敵を倒すことでキルタイムにボーナスがついていく作り。かつステージは比較的短めなので、何度も繰り返しプレイして高ランクを目指すスピードラン系の作品ですね。結構ハイテンポで操作感は良好ですが、残念ながら日本語には未対応となっています。英語でも大丈夫という方は触ってみてはいかがでしょうか。ホローナイトシルクソング9月4日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。2017年にリリースされた傑作メトロイドバニア、ホローナイトの続編がいようやくついにリリースとなります。あまりにも大ボリュームで、あまりにも完成度が高い、ホローナイトの続編ということもあって、私も発売をずっと待ち続けていました。今回のシルクソングは、もともとはホローナイトの DLC として、2019年から開発されていたものでしたが、規模が大きくなりすぎたため、単独の新作として発売されることとなったという経緯があります。発表から実に6年越しの発売となりますが、開発が停滞していたわけではなく、6年間制作を続けていたとも公表されています。基本的なシステムは前作と同様、美しい世界での探索や激しい敵、そしてボスとの戦闘が待ち受けています。フィールドの方は前作とは全く異なる舞台が用意されていて、200以上の凶暴な敵に40種類以上のボスが登場。また、新しく追加された要素としては、武器やトラップのクラフト要素などが存在するとのことです。いやー、待望のシルクソングがようやく、というか発表が8月下旬だったので、本当にすぐ遊べちゃうんですよね。全然まだ遊べるって実感がない。ものすごく楽しみです。ちなみに前作のホローナイトも現在ゲームパスに対応していて、Xbox シリーズ X、S ともに 120fps で遊ぶことができます。前作未プレイの方は、まずは前作から楽しんでみてはいかがでしょうか。カタクリズモ9月4日発売。発売日初日から PC ゲームパスに対応します。ムーンライターの開発元が手掛ける新作です。ジャンルはタワーディフェンスの要素とリアルタイムストラテジーを組み合わせた作品となっていて、要塞を設計し築き上げ、押し寄せるモンスターの群れから防衛することが本作の目的となっています。20時間以上のボリュームのキャンペーンモードの他にも、クリエイティブモードやサバイバル、スカーミッシュモードなども搭載、無限のリプレイ性を持つタイトルになっているとのことです。ロードクラフト9月16日からゲームパスに対応します。今年の5月にリリースされたばかりのタイトルですが、早くもゲームパスに追加されますね。本作はリアルな重機を運転し、災害の被害を受けた地域を復興していくシミュレーションゲームです。開発はマッドランナーやスノーランナーシリーズでおなじみのセイバーインタラクティブが担当。本作では工事会社の責任者として現場での車両の運転や瓦礫の除去、資材の運搬はもちろん、壊れた道路や橋の復旧、設備の取り替え等を行っていくこととなります。これまで以上に進化した物理演算エンジンを採用し、リアルな挙動の運転を楽しめるのも魅力です。また、一人プレイはもちろん、最大4人の協力プレイにも対応。フレンドと一緒に仲良く遊ぶこともできます。まだ発売したばかりですが、早くもゲームパスに対応するというのは嬉しい方も多いのかなと思います。ちなみに Xbox 版のスノーランナーは日本語未対応でしたが、今作は問題なく日本語に対応していますよ。さらに8月28日にはノーマンズスカイに無料アップデートが配信されました。広大な宇宙を舞台にしたオープンワールドアクションゲームですね。現在ゲームパスで遊ぶことができます。
今回のアップでは宇宙船のカスタマイズや宇宙遊泳など主に宇宙船をメインにしていて過去最大規模のスケールを誇っています。甲板やエンジンなどを自由に着脱、変更して自分好みの宇宙船を作ることができる他にも内装のカスタマイズも可能。自動操縦機能が新たに追加されているため、惑星間の移動中にフレンドと料理を楽しんだりなど、船内での生活を楽しむこともできます。ノマスカはアップデーでどんどんものすごいゲームになっていますよね。本当に遊び出すとめちゃくちゃ面白いゲームなので、未プレイの方はぜひ触ってみてください。ここからは9月15日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。ウォーグルーブ2、追加から1年で終了となります。ドット絵で作られた単性のストラテジーゲームです。ファミコンウォーズやタクティクスオーガなどから影響を受けている感じの作品ですね。グリッド上のマップでユニットを動かしていき、敵ユニットを倒していくオーソドックスな作りで、ユニットごとのタイプ相性も存在。また、キャンペーンモードとは別に、コンパクトなバトルやイベントをこなして、ランダム生成されるルートを進んでいく、ローグライク要素を楽しめるモードも収録されています。All You Need Is Help、例ので、モフクルポン。本作も追加から1年で終了です。昨年の TGS でサプライズ配信された作品です。みんなで押し合い、助け合い、息を合わせてぴったり、形を合わせてゴールを目指す、協力型のマルチプレイゲームです。直感的でシンプルな作品ですが、自由に移動できるものの回転はできないため、パズルを解くには必ず友達の助けが必要になるって作りのゲームです。ローカルでもオンラインでも4人で遊ぶことができ、競争ではなく協力が中心の作りとなっているので、どの年代の方でも手軽に楽しむことができるのが魅力となっています。ただゲームの性質上仕方ないですが、CPU を入れることはできず、遊ぶには必ずプレイヤーが4人必要と、ちょっと敷居が高いのが難点な作品ですね。みんな大好き、塊魂アンカール、プラス王様プチメモリー。同じく追加から1年で終了です。こちらも昨年の TGS でサプライズ配信された作品ですね。塊を転がして物を巻き込んでいき、どんどん塊を大きくしていく塊魂シリーズの2作目。もともとは2005年に PS2 でリリースされた作品のリマスター版です。リマスターにあたってビジュアル面の向上や一部 UI を改修し、より遊びやすくなっています。すごく気軽に手軽に遊びやすい作品で、今から始めてもクリアできるボリュームなので、ぜひシリーズ未経験の方も試してみてください。ということで今回は9月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと9月15日をもって外れるタイトルをご紹介しました。いやー、いよいよホローナイトシルクソングが遊べますね。本当にずっと期待していたのでめちゃくちゃ楽しみです。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。